1年で送り人になる、戸塚真由子。本書を読む前、ファイヤーを達成させてきた人物として、ファイヤーができる知恵の分析。ファイヤーは、財政的な独立を達成し、早期に退職することを目指すライフスタイルの一形態です。ファイヤーを実現するために必要な知恵やステップをいかに分析します。貯金率を高めること。ファイヤーを達成するためには、収入からの貯金率を高めることが重要です。収入の一部を節約し、投資に回すことで資産を増やします。支出の最適化。支出を見直し、必要なものと無駄なものを区別しましょう。必要な支出に対して節約し、余分な出費を減らします。優れた投資戦略。資産を増やすために、適切な投資戦略を採用します。低コストのインデックスファンドや株式、不動産投資信託、リートなどの投資商品を検討します。収入の最大化。収入を増やすこともファイヤーの達成に役立ちます。キャリアの向上、副業、投資収益など収入源を多様化しましょう。計画的な引退。ファイヤーを達成した後も引退後の生活を計画的に考えることが重要です。年金、医療保険、税金など引退後の財政を管理しましょう。緊急時の備え。突発的な支出や緊急時の備えを考慮に入れましょう。十分な緊急資金を用意しておくことが大切です。コミュニティと共有。ファイヤーコミュニティに参加し、経験や知識を共有しましょう。他のファイヤー思考の人々から学び、サポートを受けることができます。忍耐力と長期的な視点。ファイヤーを達成するには時間と忍耐が必要です。長期的な視点を持ち、目標に向かって着実に進むことが重要です。自己教育。投資や財務管理についての知識を積極的に学びましょう。自己教育はファイヤーを達成するために不可欠です。ファイヤーは個人の状況に合わせて異なるアプローチが必要ですが、上記の知恵やステップは一般的なガイドラインとして役立つでしょう。最終的に、ファイヤーを達成するためには計画的な行動と財務的な自己管理が不可欠です。株や FX といったギャンブル性の高い投資ではなく、人生を変えられるたった一つの確実な方法、現物投資とは一体何なのか。現物投資とは、株や FX のようなギャンブル性の高い投資ではなく、実物の資産を購入し、長期的な視点で保有する投資戦略の一形態です。現物投資が人生を変える確実な方法とされる理由です。資産の長期的な成長。現物投資は、株式、不動産、貴金属、コモディティなどの実物資産を取得することを意味します。これらの資産は通常、時間とともに価値が増加する傾向があり、資産の長期的な成長を期待できます。安定性と収益性。現物資産は市場の変動に影響を受けることはありますが、株式や FX のような高いボラティリティは持ちません。このため、安定的な収益性を持つことが期待され、リスクが相対的に低くなります。長期的な資産形成。現物投資は資産を長期的に形成し、財政的な安定感を提供します。これにより、将来の退職資金や財政的な目標を達成する手段として活用できます。適切なリスク管理。現物投資では、資産の選択と分散を通じてリスクを管理しやすくなります。異なる資産クラスへの投資やポートフォリオのバランスを考えることで、リスクを分散できます。インカムストリームの形成。不動産などの現物資産は、賃貸収入や配当金などのインカムストリームを提供することがあります。これにより、現在の生活費や将来の支出に利用できる収入を確保できます。副収入の機会。現物投資から得られる収益は、副収入の機会を提供することがあります。資産の成長や収益性が高まる場合、それが生活水準の向上や新たな投資機会をもたらす可能性があります。現物投資はリスクを適切に管理し、資産の長期的な成長を追求するための確実な方法として多くの投資家に支持されています。ただし、どの資産を選択し、どのようにポートフォリオを構築するかは慎重に考慮する必要があります。また、個人の投資目標やリスク許容度に合わせて戦略を調整することも重要です。日本書籍、エンジョイジャパンライフへようこそ。私たちのチャンネルでは、日本の書籍に関する最新情報から、深い洞察までを皆さんにお届けします。豊富な読書体験を通じて、日本文化の魅力を深く探求していきます。ぜひチャンネル登録や
enjoyjapanlife.com へのアクセスをお願いします。現物投資について詳細説明。現物投資は実際の物理的な資産、不動産、株式、貴金属、芸術品などを購入し、所有することから成り立っています。これらの資産は時間とともに価値が上昇する可能性があり、以下の点で魅力的な特徴を持っています。不動産投資、不動産を所有し、収益を得ることができます。これは家を購入し、賃貸物件として貸し出す方法や、不動産投資信託、リートを通じて間接的に不動産市場に投資する方法があります。不動産は安定的なキャッシュフローを提供する可能性が高いです。株式投資、株式を購入し、企業の共有所有権を持つことができます。株式市場は長期的には成長し、資産価値を増やすことができます。また、一部の企業は配当金を支払うため、インカムストリームを提供することもあります。貴金属投資、貴金属、金、銀、プラチナなどは通常、経済の不安定な時期に価値が上昇するとされており、ポートフォリオのダイバーシフィケーションに使用されます。芸術品投資、芸術品市場は独自の特性を持ち、美術品やコレクションアイテムを購入し、将来的な価値の上昇を期待する投資家もいます。ただし、芸術品の価値は主観的であり、市場の変動が大きいことに留意が必要です。配当金収入、株式や一部の不動産投資からは配当金を受け取ることができます。これは定期的な支払いで安定した収益源となります。配当金を再投資することで資産の成長を促進することもできます。資産の価値保持、現物投資は資産の物理的な所有権を提供するため、価値が減少するリスクに対する保護を提供します。これは紙幣や金融商品に比べて経済的な不安定時に安定性を持つ利点です。税制優遇、現物投資には資産の保有期間によるキャピタルゲイン税の優遇措置がある場合があります。一部の国では長期保有に対する税率が低いことがあります。インフレ対策、不動産や貴金属などの実物資産はインフレに対する保護手段として機能することがあります。価格の上昇が通貨の価値減少を補完する可能性があります。ダイバーシフィケーション、現物投資を複数の資産クラスに分散させることで、ポートフォリオのリスクを分散し、リスク管理を強化できます。例えば、株式、不動産、貴金属の組み合わせなどです。持続可能性投資、現在、持続可能性への関心が高まっており、現物投資を通じて環境に優しい不動産やリニューアブルエネルギーへの投資など、持続可能性を重視する投資が増えています。現物投資は、その種類によって異なるリスクとリターンを持つことに留意が必要です。また、個人の目標や資産状況に合わせて投資戦略をカスタマイズすることも重要です。最も重要なのは、慎重な計画と十分なリサーチを行い、プロフェッショナルのアドバイスを受けることです。現物投資は確かに確実な方法の一つとされていますが、それでもリスクが存在し、賢明な投資判断が必要です。現物投資の主要な利点は、長期的な資産形成と資産の安定性です。しかし、注意点もあります。リスク、価格の変動があるため、資産の価値が減少する可能性もあることを理解しましょう。リサーチと知識、各資産クラスについての十分な調査と知識が必要です。どの資産を選ぶか、どの地域で不動産を購入するかなど、慎重な計画と情報収集が重要です。適切な分散、ポートフォリオを適切に分散させることは、リスク管理の鍵です。異なる資産クラスへの分散は、ポートフォリオの安定性を高めます。最終的に、現物投資は一つの確実な方法として注目されており、資産の長期的な成長と財政的な安定性を追求するための有力な選択肢の一つと言えます。しかし、個人の目標やリスク許容度に応じて、適切な戦略を慎重に検討し、プロフェッショナルのアドバイスを受けることをお勧めします。以上です。本に関してご質問をコメント欄にお願いします。では、また次の本に会いましょう。